はつ。またしても為政者どもは我々国民を舐めきった判断をしおったわ。お主ら、今まさにこの国の政治の土台が見えぬところで静かに腐り始めていることに気づいておるかの。今回のこのニュース、ただの他人事と思うて聞き流すでないぞ。これはお主ら自身の未来に突き刺さる鋭い刃なのじゃ。今日は自民党総裁選の裏で起きた小泉進次郎氏陣営による世論操作疑惑について、その根っこにある病巣をわしが徹底的に解説してやろうぞ。今日の話はこうじゃ。まずそもそも何が起きたのか、次に巷に渦巻く国民の怒りの声、そしてこの問題の本質はどこにあるのか、わしの見解を述べる。最後にこの一件が示すより大きな日本の病理について語り、お主らに問いたいことがある。最後まで割抜して聞くがよい。さて、まずは落ち着いて聞くがよい。一体何が起きたのかの。事の起こりは週刊文春の報道じゃ。自民党総裁選の真っ只中、小泉進次郎農林水産大臣の知人があるメールを送っていたことが明るみに出た。その内容はインターネットの配信動画、具体的にはニコニコ動画じゃが、そこへ小泉氏を称賛するコメントを投稿するよう陣営関係者に要請するものじゃった。これは自然発生的な応援を装い、意図的に世論を特定の方向に誘導しようとする悪質なやらせ行為、いわゆるステルスマーケティング、ステマに他ならんのじゃ。そしてこの報道を受け、小泉陣営の事務局幹部である小林文明衆院議員が国会内で記者団に対し事実関係を大筋で認めたのじゃ。驚くべきはその手口の具体的さじゃ。報道によればメールは小泉陣営の広報班長牧島かれん元デジタル大臣の事務所から送られたという。元デジタル大臣がネットの言論空間を歪めるような指示を出していたとは聞いて呆れるわい。まさに盗人な警察官をやるようなものじゃ。メールにはご丁寧にコメントの文明まで紹介されておった。例えば総裁間違いなしじゃと。国民が自発的にそう思うならまだしも賭けと指示するとは肩払いたいわ。他にも泥臭い仕事もこなして一皮むけたのねといったいかにもな支持者の声まで用意周到に準備されておった。聞いてるこっちが恥ずかしくなるわ。さらに悪質なのは対立候補を貶めるような文例もあったことじゃ。ビジネスエセ保守に負けるなという一文。これは明らかに保守層からの支持が厚い高市早苗氏を意識したものであろう。これに対して小林議員は高市氏を批判したという意味では全くないと牧島氏も言っていると弁明しておるが、誰がそんな言い訳を信じるものか。見えすいた嘘をつくでないわ。わし一人が騒いでおるわけではないぞ。ネットの海を覗いてみれば案の定国民の怒りと嘆きの声が渦巻いておるわ。ある者はこう言うておる。世論の誘導は政治家にとってあるまじき行為。こんな奴が自民党を立て直すとは恥を知れと。全くもってその通りじゃ。廃墟的出直しを掲げておきながら一番ルールを守らず汚いやり方をしてたのが小泉陣営。この指摘は痛烈じゃの。まさに特大のブーメランというやつじゃ。最高のチームを作ると言ってたが、これがその結果かという皮肉な声もある。選挙対策チームがこの低たらくでは国を任せるなど夢のまた夢じゃわい。クリーンなイメージや若さを売りにしておきながら裏でやっておることは古い政治やそのもの。このギャップに多くの国民が失望し信用を失ったのじゃ。当然ながら小泉氏自身の資質を問う声も多い。裏方の作った原稿を読むだけで討論はできない。政策に関する知識のない。その上これか。手厳しいが的を得ておる。もはや国会議員ですら的確とは言えない。候補から降りるべきだという厳しい意見。陣営のやったこととはいえ、
トップが責任を取るのは当然のことじゃ。小泉氏本人がこの件を知っていたか知らなかったかという議論もあるが、あるコメントはこう来ておる。悪質な取り巻きを起用していたこと自体は言い逃れできんと。まさにその通り。人を選ぶ能力も指導者の器のうちじゃ。こんな卑怯なことをして誰も責任を取らないのか。潔く総裁選は辞退するべきです。こうした声が良識ある国民の総意であろうな。そしてもう一つの大きな論点はオールドメディア、つまりテレビや新聞の報道姿勢じゃ。マスコミはこれを大々的に報道しないといけない。なあ、そんな勇気があるメディアはいないかという嘆きが聞こえてくる。この件、テレビで報道した曲あった。高市さん側が同じことをしていたなら大騒ぎで批判特集だったのでは。非常に鋭い指摘じゃ。このダブルスタンダードこそがメディア不信の根源なのじゃ。あからさまな政治家とオールドメディアの癒着、小泉氏に都合よい切り取りといった声も多い。国民はもはやメディアが公平な報道機関ではないことを見抜いておるのじゃ。結果として多くの国民がメディアが全く信じられず SNS が頼りの世の中になってしまったと感じておる。これは民主主義にとって非常に危険な兆候じゃと言わねばならん。さて、ここからはわしの意見じゃ。この問題、本質はどこにあるのか。その病根を深くえぐり出してやろう。いいか、よく聞け。この問題の根っこはな、単なる選挙戦術の失敗ではない。これは民主主義の根幹である言論の自由な市場を権力側が意図的に汚染しようとした許されざる冒涜行為なのじゃ。本来政治家は自らの政策や理念を堂々と訴え国民の審判を仰ぐべき存在じゃ。しかし彼らがやったことはそのプロセスを飛ばし、あたかも多くの支持があるかのように見せかける偽装工作に他ならん。孔子抑選挙法では他人になりすましての投稿や他候補を落選させるための情報流布は禁じられておる。今回は党内選挙じゃから直接適用されんかもしれんが、その精神を著しく踏みにじる行為じゃ。法の抜け穴を悪用する者のなんと多いことか。自民党自身が偽情報には気をつけろと国民に注意を促しておきながら、その足元で偽の称賛情報を生産しておったとは笑止千万。国民をどこまで馬鹿にすれば気が済むのじゃ。わしに言わせればこの一件は小泉進次郎という政治家の空虚さを象徴しておる。彼は常にイメージ戦略や PR が先行し、政策という中身が伴ってこなかった。牛丼食って備蓄満などという一発芸が話題になる時点で彼の本質が透けて見える。政策で語れずパフォーマンスに頼らざるを得ない。だからこそ自営のコメント投稿などという小手先の策に走るのじゃ。経験不足をチーム力で補うと嘘吹いておったが、そのチームがこのありさまじゃ。結局彼は自民党内の古い勢力にとって都合のいいみこしに過ぎんのかもしれんの。担がれているだけで自らの意志はない。権力という甘い蜜を吸いすぎると人は格も愚かになるものか。父親である純一郎氏の自民党をぶっ壊すという気概はどこへ行ったのじゃ。嘆かわしい限りよ。そしてこの話、ここで終わりではないぞ。この国の政治に救うより根深い病について語らねばなるまい。今回の不祥事に対し小泉氏陣営は事実を認めたものの、未だに明確な謝罪や責任者の処分がなされておらん。これは一体どういうことじゃ。あるコメントにもあったが、小泉氏は石破政権を引き継ぐと公言しておる。国政選挙で連敗してもトップの責任を取らなかった石破氏の姿勢、その無責任の体質まで引き継ぐつもりかの。裏金問題でもそうじゃった。何十人もの議員が脱税まがいのことをしておきながら、誰も議員辞職せず、党の処分も甘々。
この7で済ませる体質な自民党、いや日本の政治を腐らせておるのじゃ。長いものには巻かれろ、臭いものには蓋をしろ。この精神がこの国を少しずつ蝕んでおる。この判断を許した周りの人間も同罪じゃ。さて、今日この話を聞いて、お主はどう思うかのう。怒るか、呆れるか、それとも諦めるか。いや、諦めてはならんのじゃ。よいか、若者よ。声を上げぬ国民は、声を奪われる国民となる。政治家が最も恐れるのは、我々国民が賢くなり、その一挙手一投足を開始することなのじゃ。お主の一票は、ただの紙切れではない。この国の未来を問う重き一石なのじゃ。人気やイメージに騙されず、その政治家が何をしてきたか、何をしようとしているのか、その本質を見抜く目を持つがよい。お主の考え、ぜひコメントという形でわしに聞かせてはくれぬか。賛成、反対、どちらでもよい。考えることをやめぬ限り、まだ希望はある。わしもすべて読ませてもらうぞ。わしの言葉が少しでも心に響いたなら、チャンネル登録と高評価というやつをして、また次の話も聞きに来るがよい。この国の行く末を共に見届けようではないか。さらばじゃ。